お前にはいつも世話になってるからな。ほら、ご祝儀だ。受け取れ。私に嫌がらせを繰り返す上司の久保田は、そう言いながら私の結婚式の日にご祝儀を直接渡してきた。受付でまとめて預かっているからというも、直接受け取れと押し付けてくる。俺からの特別なご祝儀だ。ありがたく思えよ。じゃあな。しょうがなく受け取ると、そう言いながら私の前を去った久保田。特別なご祝儀とは一体何だろう。受け取った封筒の口は開いていた。そのまま中身を覗いて、私は見たことを後悔する。人の晴れの日にこんなものを渡してくるなんて、せっかくの幸せな気分に水を差されてしまった。こちらを見てほくそ笑む彼に、私は怒りを抑えきれなかった。私の名前は美春。28歳。工業用部品の製造会社で働いている。私は小学生の頃に交通事故で両親を亡くし、それ以来高校を卒業するまで施設で生活していた。高卒の私を雇ってくれて、社会人として一人前にしてくれたのが、今勤めているこの会社だ。私はこれからもこの会社に恩返しするつもりで、誠心誠意働いている。ただ、ここに至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。この会社には、底意地の悪い最低最悪な上司がいたからだ。彼に目をつけられてしまったがために、私は何度も辛い思いをさせられた。久保田というその上司は、この会社に勤める上で、唯一私が不満に思う相手だ。入社したての頃から今に至るまで、久保田との間にいい思い出など一つもない。入社すぐの頃、私は工場に配属され、最初は部品供給という必要な部品を製造ラインに運び出す作業を担当していた。久保田の性格の悪さは、私が入社した当時からすでに有名で、それは新人の私の耳に入ってくるほど。少しでも作業に手間取ったりすると、すぐに罵声を浴びせられるのは当たり前。彼の被害者はそこら中にいるような状態で、とにかくみんな、久保田の目につかないように働いているという異様な環境だった。目をつけられたら最後、理不尽に彼からいびられるのだ。私の場合、施設育ちで高卒という生い立ちの印象が良くなかったのだろう。気がつけば私は久保田の一番のターゲットになってしまっていた。ちんたらしてんじゃねえぞ。まともな家で育ってねえ奴は本当にダメだな。反抗的な態度を取ったつもりは一度もない。けれど私は徹底的に久保田から狙い撃ちされた。新人に厳しく接して成長を促そうとしているなどともっともらしいことを言っていたがとんでもない。彼の言動からは先輩としての愛情のようなものは全く感じられなかった。施設育ちは使えねえんだよ。人として欠陥品。工場で使うか欠陥品。当然使わねえだろ。久保田は施設育ちであることを理由に私をいびり続けた。確かにこういう環境で育った人間に偏見を持つ人もいるだろうが、久保田ほどはっきり態度に出す人に出会ったことはない。同期たちには親切にするのに私には冷淡で大切な情報を与えてくれないこともあった。あえて冷たく接することで私が自主的に会社を辞めるのを期待していたのだと思う。低レベル、役立たず、仕事が遅い、そんなひどい言葉を浴びせられる日々。だけど私は必死に耐えた。逆境に立たされることには慣れていたからだ。この程度のことに負けてたまるか。そんな思いで仕事を頑張り続けた。そんなある日、工場と本社で小銭や金品が盗まれるという事件が多発した。机の引き出しに入れておいたお金や腕時計、アクセサリーなどが被害に遭ったらしい。設備が古くて外部からの出入りも簡単という会社の問題点が明らかになった事件だった。職場でこのような事件が起きてしまい、みんなピリピリとした空気の中働いていたのだが、この時久保田は面白半分に私を犯人扱いするような言動を連発したのだ。三春のやつが盗んだに決まってる。こいつは施設育ちで貧乏だろ。だから手癖が悪いんだよ。他の従業員もいる中、ニヤニヤと嫌な目でそう言われた。今でもあの目つきは覚えている。無実の罪を着せられてはたまらないと、私は大声でその決めつけに反論した。じゃあ、取ってないっていう証拠出してみろよ。そんなにムキになるってことは、余計に怪しいな。周りにも誤解されたくないと、必死で否定したのが悪かったのか、まるで小学生のような言い分で言い返されてしまう。私は何も言いたくなくなってしまった。
こんな偏見だらけの目で私を見る人間に何を言っても、きっと聞く耳なんか持ってもらえないだろう。どうした？言い返してみろよ。施設育ちの言葉なんか何も信用できないけどな。私を嘲笑うように、久保田は追い打ちをかけてくる。私にはどうにもできなかった生い立ちのことで、ここまで言われてしまうのかと、悲しくて悔しかった。結局、その窃盗事件の犯人が捕まることはなく、会社ではその後、防犯カメラの設置や施錠の徹底などの対策が行われた。社内はまた以前のように落ち着きを取り戻し、いつもの日常が戻る。そんな中、私はいい加減久保田に嫌気がさして、どうにか距離を取れないか考えるようになった。結局、一人で考えても埒が明かないと思った私は、他の上司にこっそり相談した。自分がいかに久保田に悩まされ、苦しめられているかを訴えたのだ。するとその上司は、私に社内での異動を申請してみてはどうかと提案してくれた。製造部門から別の部門に異動できれば、毎日久保田と顔を合わせずに済む。アドバイスに従って、私は早速営業部への異動願いを提出した。どうせなら会社の外に出る仕事をしてみたいと思ったからだ。私の行動を知った久保田は、鼻で笑ってバカにしてきた。お前なんかが営業部でやっていけるわけねえだろ。申請は通らねえよ。ところが、そんな彼の予想とは裏腹に、私の申請はあっさり受理され、正式に異動が決まったのだ。私が工場から本社営業部に配置転換されることを、同僚たちは大いに喜んでくれた。チャチャを入れてきたのはもちろん久保田だけだ。施設育ちなんてどこに行こうが役には立たねえよ。高卒のくせにうぬぼれやがって。いつまでも同じネタで絡んでくる久保田に、この頃にはもう呆れるようになっていた。役に立つかどうかはやってみないとわからないだろう。私自身、営業部の仕事が自分に務まるかどうか自信はなかったが、真剣に業務に取り組んで必ず実績を出そうという気概だけはあった。移動先でうまくいかなくってまた工場に戻されたら、久保田のいい笑い物だ。なんとか結果を出して彼を見返してみせる。私はそう心に誓って営業部に向かった。そう意気込んで向かった営業部の人々は私に対してとても親切だった。久保田さんに比べればみんな知的で素敵な大人に見える。私はそんな先輩たちを素直に尊敬し、心から慕っていた。そのせいだろうか、営業部ではとても可愛がってもらえたのだ。覚えることが多く、仕事は今まで以上に大変だったが、私には全く苦にならなかった。ここには、仕事に関係ないことで私を攻撃したり、理不尽に怒鳴る人はいない。あるのは正当な評価と協力関係だ。私は今まで以上に仕事へのやる気が増し、何でもやってやるという気分で営業部での日々を過ごしていた。だが、部署が離れ、もう関係ないはずの久保田が、またしても私の足を引っ張ってくる。工場の同期たちから、彼が私の陰口を言いまくっていることを知らされたのだ。どうやら、私がいなくなってからというもの、悪口はエスカレートしているらしい。あることないことを言いふらして、どうにかして私の仕事を妨害したい様子なのだとか。実際、私が必死の思いで取ってきた仕事が工場でトラブルになることは少なくなかった。後で分かったことだが、そういった仕事の遅延は久保田が原因だったらしい。私の仕事にケチをつけようとして、あれこれ邪魔をしていたのだ。施設育ちの高卒女が、あんな奴の仕事は何もうまくいかなくって当たり前なんだよ。そんな無茶苦茶な発言まであったという。そこまで私のことが憎いのか。一体私が彼に何をしたというのだ。私の何が彼にそこまでさせるのか、さっぱりわからない。さすがの私もこの状況には耐えられなくなってきていた。せっかく移動できたのだから、頑張って結果を出したいと意気込んでいたが、肝心の工場に最大の敵がいたのでは、私にはどうしようもない。私は次第にうつむきがちになり、ため息ばかりつくようになっていった。久保田の話を耳にしてからしばらくして、私はとうとう取引先の営業マンから体調を心配されてしまった。顔色が悪いし、いつものような元気がないのが気になると指摘されたのだ。思わず謝る私に、何かあったのなら聞かせてほしい。取引先の彼はそう言って、出したばかりの資料を片付け、まっすぐに私と向き合ってくれた。美晴さんにはいつも笑顔でいてほしいんだ。俺でよかったら何でも力になるよ。この時の営業マンは、後に私の夫になるアキトだ。アキトの優しい言葉があまりに嬉しくて、
私は仕事中なのも忘れて、つい泣いてしまった。その日、私はアキトに何もかも打ち明けた。自分が施設育ちであること。そして、それを理由に会社で嫌がらせを受け続けていること。打ち明けながら、本当はずっと誰かに自分の話を聞いて欲しかったんだと気がついた。驚いたのは、アキトもまた私と似た境遇だったことだ。彼は、両親の離婚が原因で施設に預けられたのだという。お互いの打ち明け話をしたことで、私たちの距離は急激に縮まった。俺には、美晴の辛さがよくわかる。育ちのせいでそんな扱いをされるなんて、絶対に許せない。これからは嫌なことがあったら、何でも俺に話してほしい。美晴の心を守りたいんだ。この日を境に、私たちの関係は特別なものになっていった。それから私たちは交際を始め、アキトからプロポーズを受けたのは、交際を始めてから半年後のことだった。私は喜んで、プロポーズを受けたのだ。アキトと私は仕事をしながら並行して結婚式の準備を進めた。選んだのは人前式。だが、会社の誰を招待するかで、私はかなり悩んでしまった。悩みの種はもちろん久保田だ。呼びたくないけれど、呼ばなかったら余計な角が立つ。悩みに悩んだ末、私は彼を招待することにした。さすがの久保田も結婚式の場で嫌がらせはしてこないだろうと考えたのだ。だが、いよいよ迎えた結婚式当日、私は自分の見込みが甘かったことを思い知らされた。セレモニーが終わって、私たちが披露宴会場へと移動していた時のことだ。久保田はヘラヘラ笑いながら私のそばへ寄ってきた。お前にはほんと、いつもお世話になってるからな。ほら、ご祝儀、受け取れ。そう言いながら久保田は私へ封筒を手渡してくる。受付でまとめて預かっているからとそちらへと促したが、直接受け取れと言って引かない。結局強引に私は久保田のご祝儀を受け取った。俺からの特別なご祝儀だよ。ありがたく思え。じゃあな。私が封筒を受け取ると、久保田は満足そうな顔をして私のそばを離れた。特別なご祝儀とは一体何だろう。受け取った封筒の口は開いていた。そのまま中身を覗いて、私は見たことを後悔する。人の晴れの日にこんなものを渡してくるなんて、せっかくの幸せな気分に水を差されてしまった。どうかした？何を渡されたの？私の顔色が変わったのを見逃さなかったのだろう。アキトはすかさず様子を伺ってくる。ごめん、気にしないで。いつもの嫌がらせだよ。ほんと、ろくでもない。こんな大事な日に、アキトにまで嫌な思いをさせたくない。私は気分を変えようと、笑顔でアキトに返事をする。だが、ごまかそうとする私を彼は許さず、私の手から久保田に渡されたものを取り上げた。そして、アキトもその中身を確認する。これって。封筒の中身を見た瞬間、アキトのこめかみに青筋が浮いた。怒って当然だ。よりによってこんなものを渡してきたのだから。いたずらの成功を喜ぶかのように、久保田は私たちを見てニヤニヤと笑っていた。だが、そんな久保田のニヤニヤはいつまでも続かない。それは、披露宴でアキトの紹介ムービーが流れた時だった。嘘だろ？美晴の旦那って、うちの最重要取引先の社員？久保田の顔がさっと青くなるのが、私の席からもはっきりと見えた。自分が誰を敵に回してしまったか、ようやく気がついたらしい。それまでふんぞり返っていた久保田だったが、途端に焦ったような慌てたような表情を浮かべる。そして、高砂関のアキトと私に、うちの会社のメンバーが挨拶に来てくれた時だった。これは、美晴がそちらの久保田さんから手渡していただいたご祝儀です。アキトが先ほどの久保田からのご祝儀を取り出して、そう言った。それを見たその場のみんながどよめく。無理もない。封筒の中身は離婚届だったのだから。結婚式の場でこんな嫌がらせができる人間の気が知れない。美晴が久保田さんからずっと嫌な思いをさせられていることは聞いていました。ですが、これはあんまりでしょ。こんなことをする人がいる会社といい仕事ができるとは思えません。私は上司に掛け合って、進行中の御社との取引をなかったことにしてもらおうと考えています。うちの会社のメンバーの前で、はっきりとそう言ったアキト。その場にいたうちの社員全員の顔が青ざめてゆく。そして、そのみんなの目線は久保田の方へ。待ってください。申し訳ありません。ちょっとしたいたずらのつもりだったんです。
みんなの目線とアキトの目線に怒りを感じた久保田は真っ青になって平謝り。その後久保田は他の社員の手により式場から退場させられることとなった。そして式場の外でかなり叱責をされたらしい。後日久保田は我が社の社長と一緒にアキトと私の家を訪ねてきて正式に謝罪してくれた。本当に今まで申し訳ありませんでした。それは今まで久保田と働いてきて初めての謝罪。この男に頭を下げられる日が来るとは、私は謝罪を受けながらそんなことを考えていた。今までのことを思うと目の前の光景が嘘のように思えたのだ。そして久保田の謝罪をただ黙って見ていた私に、社長は久保田を厳正に処分することを固く誓ってくれた。よかったね、美晴。これでもっと仕事しやすくなるといいんだけど。社長と久保田が帰った後、アキトはそう言いながら今までのことをいたわってくれた。私のためを思って久保田に立ち向かってくれたアキトには感謝しかない。アキトが一緒になって怒ってくれたおかげだよ。本当にありがとう。社長や他の幹部たちの久保田に対する怒りは相当なものだった。特に社長の立腹はちょっと度を越していたように思う。私は大人が大人に対してあんなにも怒っているのを初めて見た。この事件以降、社内での久保田の立場が急激に悪くなったことは言うまでもない。本人と上層部の間でどんな話があったのか、久保田はしばらく休職扱いになった。すると彼がいない数日間で人事異動が行われた。そしてとうとう工場から久保田の席はなくなったのだ。聞いたところによると、久保田は地方にある関連会社の工場に左遷されたらしい。なんでも仕事がかなりハードなことで知られる工場なんだとか。内情を知る人たちからは久保田に同情するような声まで聞かれるほどだった。私としては彼がそこで嫌になるほどこき使われて大いに後悔することを望むばかりだ。久保田がいなくなった後、会社は明らかに風通しが良くなった。特に製造部門の社員たちの表情が目に見えて明るくなったのだ。今工場の昼休みは笑顔が絶えないらしい。以前からは考えられなかった変化だ。久保田から嫌な思いをさせられていた人は私の他にもたくさんいたのだと思う。誰かが意地悪をされているのを見るだけで嫌な気持ちになる人はたくさんいる。それを思うと彼がいなくなってくれて本当に良かったと思わずにはいられない。久保田の左遷という誰もが望んでいながらできずにいたことをやってくれた。そう言ってたくさんの同僚が私を褒めてくれた。私は特に何もしなかったけれど、せっかくなのでアキトの代わりに褒められておいた。本当にアキトと出会えたおかげで私の生活は一変したと思う。あの時彼が差し伸べてくれた手を取って本当に良かった。私は今仕事もプライベートもすこぶる順調で、今まで以上に幸せな日々を送っている。30歳までに結婚したいという密かな夢が叶ってとても満足だ。できればあと 1,2 年のうちに子供を授かりたいというのが次の願い。今まで我慢を重ねてきた分、これからはもっともっと幸せを追い求めていこうと思う。